いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は冬のメバルを水温という科学的な視点から理解し、静かな海の中でどうすれば釣果を安定させられるのかお話ししていきます。まず本日の結論です。冬のメバルは適水温である12度から18度を下回ると動きが落ち、省エネの捕食へ切り替わる。だからこそ暖かい層を探し、弱い誘いで漂う餌を再現することが重要になります。それでは本日の目次です。1、冬メバルの適水温と省エネ捕食。2、暖かい層を見抜く3つのポイント。3、レンジ固定と 10cm の壁。4、冬のタックルとワーム選び。5、極スローと揺らぎのアクション。6、違和感あたりと巻き合わせ。7、大型メバルの地合いと狙い方。8、まとめ。それでは本題に入ります。冬メバルの適水温と省エネ捕食。メバルが最も活発になるのは水温は12度から18度です。この範囲では餌を追い、表層へ浮き、積極的に動き回ります。しかし冬になると海は地域によっては10度前後まで下がります。適水温から外れると代謝が落ち、動けば損をする季節になります。その結果、冬のメバルは動かない餌、落ちてくる餌、わずかに漂う餌、こうした体力を使わない捕食に切り替えます。冬がスローゲームになる理由はすべて水温が教えてくれます。暖かい層を見抜く3つのポイント。冬のメバルが最優先で求めるもの、それは暖かい層です。月場の判断には次の3つが役に立ちます。深場は温度が安定する。水深が深いほど外気の影響を受けにくく、温度差が小さくなります。例えば表層9度、中層11度、低層12度、たった1度から3度の違いで冬メバルの居場所は大きく変わります。多くの場合、中層からボトム付近に集まりやすくなります。常夜灯の暗部、光が当たる場所は外気に冷やされやすく、水温差が大きくなります。その反対側、暗部は温度が安定し、冬メバルが身を寄せやすい場所になります。流れの弱い場所、流れが強い場所は冷たい水が流れ込み、水温が下がります。港内の奥、テトラの裏、ワンドの内側など、流れの弱い場所が冬の定位置になります。レンジ固定と 10cm の壁。冬のメバルは上下の移動を嫌います。水温差が大きく代謝が落ち、餌も底付近で動かないためです。そのため冬のメバルはある高さに固定されるという特徴があります。探り方は3ステップです。1、ボトムを取る。2、10cm ずつレンジを上げる。3、当たりが出た高さを何度も通す。冬は 10cm 違うだけで全く当たらなくなることさえあります。この 10cm の壁を越えることが冬メバリング最大のポイントです。冬のタックルとワーム選び。冬は感度と軽さが釣果を左右します。ロッドはソリッドティップ、ラインはエステル 0.2 号から 0.3 号、リーダーはフロロ 0.6 号から 0.8 号、ジグヘッドは 0.6g から 1.5g、ワームは 1.8 インチから 2.5 インチ。吸い込みが弱い冬は柔らかいワームが圧倒的に有利です。極スローと揺らぎのアクション。冬メバルの正解は極スロー。大きな動きは逆効果になります。デッドスローのただ巻き。リール1回転に3秒以上。一定の高さをゆっくり通すだけで漂う餌を再現できます。テンションフォール。潮に任せて落とすだけ。冬の小魚の動きを最も自然に再現できます。揺らぎのアクション。ティップの重みだけでわずかに震える極弱いアピール。墨潮の日ほど効果が高いアクションです。違和感あたりと巻き合わせ。冬の当たりは非常に小さく、ふわ、もぞ、止まる、重くなるといったわずかな違和感です。
かけ方の基本は即合わせをしないこと。一瞬だけ待ち、ゆっくり巻き合わせることでメバルが深く吸い込み、乗りやすくなります。大型メバルの地合いと狙い方。冬は1年で最も大きなメバルが狙える季節です。深場にたまり、餌が大きくなり、捕食タイミングが明確になるためです。狙うべき場所は、常夜島の沖側の暗部、潮のよれ、深場から上がる斜面、テトラ帯の外側、釣れるタイミングは夕間詰め直後、潮が動き始める瞬間、風が止むタイミング、この3つが核になります。まとめ、今回のポイントを整理してみましょう。適水温は12度から18度、冬は省エネ行動、深場、暗部、流れの弱い場所が安定、レンジは 10cm 精度で探る、極スローと揺らぎで誘う、違和感あたりは巻き合わせ、冬のメバルは一見難しそうで、実は水温の法則を理解すれば、最も再現性の高い釣りになります。いかがだったでしょうか。冬の海は静かで冷たくて長い夜が続きます。けれど、その静けさの中には、わずかな変化を読む力、感覚を研ぎ澄ます時間が眠っています。ラインの重み、潮の押し引き、微細な変化。冬のメバリングは自然に寄り添い、自分の感覚を磨く釣りです。どうか冬の海をゆっくり味わいながら楽しんでください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったら評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。